どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。うっかり他人の梅雨明けを阻止してしまううっかり屋さやです。迷惑すぎんだろ梅雨明けは阻止するなよ。ゲンさん梅雨明けてないね。といえばゲンさんはゲンさんだけはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうかぎょっとしたわ。今疲れちゃった。もう今日動画撮れるかもしれない疲れちゃ今の行で全部使っちゃった。ごめん。あ、いいんですか？いいんですか？あ、ダメです。今回こちらはいプレゼント。何ですか？素敵な言葉ですね。はい、今回実はですね、さやさんには何も企画を伝えておりません。このプレゼントって私もしかして？そうです。その流れ的に？そうなんだけど、なんかちょっとテンション行本当に行。ちょっとうざくなってきたからやっぱなしでいいかな。なんでやだ何めっちゃ気になる。今回やっていく企画はこちら。なんかくれんの？産後の妻をねぎらうために何でもプレゼントしたいと思います。ただし1時間以内にかけたものだけさやさん産後数ヶ月経ったわけなんですけども。そうですね。はい。いや僕いろいろねさやにプレゼントをあげてはいるんだけども、結構ささやかだったわけです。そんなことなくない？すごかったよ。なんかアメリカの子供のクリスマスぐらいもらってたよ。まあでもそれぐらいは確かにわかるわ。ツリーの下にいっぱいある。さやが入院から帰ってきたなんかポン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 っていっぱいプレゼントボックスは確かにあったけど、まあでも個人的にはもっとなんか、本当は盛大なプレゼントをしてみたかったんだけど、あの時僕もバタバタしてて、なんかすごいささやかになってしまったと。ってことはなんか動画にかこつけてやったらいいんじゃないかというもういっそもうなんか数ヶ月経っちゃったから、まあというわけなんですが、最後にワードがあったの覚えてますか？覚えてない。都合がいいことは聞き流し主義なので覚えてない。何でも買ってあげるんだけどただし1時間で正確にかけたものだけです。正確にかけたもの？はい。1時間以内に今からさやさんは、僕に伝わるようにそのものを書いてください。でまあいろいろざっくりしたルールでいきますよ。まあ基本的にはさやにプレゼントあげたい企画なんで。やった、嬉しい。基本優しいよ。これあまちゃんね。でも厳しく言う。優しくも厳しく言う。なんかいい先生みたいな優しさと厳しさは兼ね備えていく。飴でできたムチみたいな。バカ言ってまあもう本当にこれ来たら僕ちょっとギョッとしちゃうんだけど、この行ね、例えばね、さやさんが車を描きましたと。でも今回僕は本当に何でも買うつもりでいるんで、さやさんが車を描いたらまあさやさんに買ってあげようっていうぐらいの気持ちでいるのね。でも例えばさやさんじゃ車欲しいですっておげんさんの乗るところまあこれをこれブーブー幼稚園の入園試験みたいなブーブー書かないこれ例えばでもまあ車ってわかるけど、これじゃ買いません。車種わかんないから。車種わかんないから幼稚園の時のゲンさんが泣いちゃうよ。確かにこうしとけばいいんじゃない？何これ？ベンツだ。こうしとけば車種っていうか。でもベンツの何？そういうこと。例えばベンツだったら、ベンツの何々っていうところまでを分かんないけど、でもこの車種だなって僕が調べたら分かるよ。じゃあこれやってさ、こうなってさ、笹錦ねみたいなことってわけでしょ？ごめん、そんな厳しくはないわ。こんな厳しくはない。これだったら桜も買ってくれる。これだったら桜も買うわ。さすがにその辺のジャッジは僕の造形の深さによるかもしれない。確かに。僕はこれを見て笹錦とは認識できずに桜んぼねって言って買いに行くけど、これを見たら車ねと言って買いに行きはしないって話。わかる？それはわかるでしょ。なんとなく分かってほしい。それは大人だから察してほしい。そこは大体の人が今分かんなかったと思うけど、そういうこと。でもまあそうね。でもそうとにかくなるべく具体的に書いた方がさやは買ってもらえるものが増えるかもよってことよ。まあ確かに。さやさんに抜き打ちにする意味は、事前に準備したら書けちゃうでしょって。さすがに絵描きだから、ちゃんとこう見て覚えてきてとかしてきちゃいそうだから。だってさ、高級ハウスメーカーのさ完璧なる住宅を書いてきたら僕は家一軒さやにプレゼントしなきゃいけなくなるじゃん。さ無理じゃん。急に数千万。急に無理じゃん。サムネ映えするよ。うるせえよ。そこまで再生数に取り憑かれてねえよ。
疲れてるだろなので今回はですね、さやさんにそうやって1時間お絵描きをただただ描いてもらいたいと思うんですけど、まだけどが来るんですか。どうなんですよ。なんで僕がこのタイミングでこの企画を急に言ったかというと、はい、今回案件でございます。スポンサーがついていた。はい、ケンさんの財布事情が危なくならないようにスポンサーがついてる。ありがとうございます。うわー、これもあれじゃないですか。さやさん今回この案件だということすら知りません。これは知ってるけどこの案件だってことは知らないけど、ツアーボックス。もうこれちょっと言わせて、マジで気に入ってんのこれ。そもそも一回ツアーボックスさんの案件を受けたのね。そうね。その時にお借りして使わせてもらったんだけど、提供してもらってめっちゃ気に入って、普通にプライベートでもう片手デバイス僕もうずっとこれなの。いやそうね。もう1年以上。わからない方のために言いますけど、こちら絵を描く時とかにね、もうなんか編集する時とかに使う。こっちはペンタブだと思って、ペンタブのデジタルだと思って、で書く時にこうやって使うもんね、案件なんだから後でちゃんと画面見せるよ。本当にこういう風にやっていろんなボタンの組み合わせでもう本当に自在にショートカットができると、もう本当にこれだけで済むの。これでそう拡大縮小ブラシのサイズが大きく小さく、さらにボタンの組み合わせでなんかもう格ゲーみたいな感じなんだけどっていうスーパー片手デバイスツアボちゃんの案件なんですが、なんで今回僕はさやにこれを当てたかというとですね、理由があってですね、クレーム入れていいですか。クレームなのそんな。じゃあツアボにじゃないよ。びっくりした。ツアボックスにクレームないよ俺は。さやさんにクレーム。さやさんです。さやさんにクレーム。あれなんかやっぱりさ、今日飴でできたムッチでさ、めちゃめちゃボコスカ投げられてない私。違うの。さやさんっていつも動画とか、あとはゲーム実況チャンネルサムネ、こんな感じでいっぱい挿絵とかサムネ書いてるわけよ。ね、今画面に200個ぐらい出たと思う。しすぎなんだよ。わかりづれえな。でもそれぐらいあるじゃん。それぐらい書いてんのよ。さやさんっていつもメディバンペイントっていうね、フリーのね無料のアプリで、その挿絵作業とかサムネだけはそのデジタルでね。はい、そうですね。あとはあれか、ラフ作業かな。この間の画集の表紙とかこんな感じでね。そうだね。そう、ラフを作ってカラー塗ってみたいなやってんだけど、いい使い方してますよ。デジタルもちゃんとお仕事に使ってますよ。さやさんの作業後ろから一回見てたことあるんだけどさ、驚愕したことがあって、例えばこの車さんをね、iPad とかこうやってやるよ。拡大ね。やるよね。PC でそういうことやるときにさ、さやさん何してると思う？こうね、スーってマウスを持っていくでしょ。拡大縮小ツールをピッて開くでしょ。パーセンテージをカチッカチッカチッってやってポンポンポンってえっとショートカットせえ、それぐらいは。ツアーボックスだったらカリ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 で一発で済む。平成生まれかお前は。平成生まれじゃん。マジで平成の絵師すぎるのよ。でこれをさやに僕はもうあげるから買ってあげるから使ってって言ってたんだけど、これツアーボックスの案件で言っちゃうとツアーボックスさんに怒られる可能性まであるんだけど、さやさんマジで断ったからね。いやいいよ覚えられないしってふざけんなと思って。脳が老いてるからさ。だからそんな老いたさやさんでも使えるんだってことを今回は証明しつつ、それをツアボの案件として僕は成立させたい。だからその1時間なんていうすごい素早さを求められる感じになってるんですね。普段のさやさんだったら1時間じゃかける量は限られるけどツアーボックスをマスターしたさやさんならたくさん物がかけるでしょ。いいものいっぱい買ってもらえるでしょ。実際このデジタル音痴のさやさんがデジタルうんちでうんちのさやさんが使えてるところを見ながらさやさんはプレゼントがたくさん買ってもらえるかもしれないところを見れて、ゲンさんはさやにプレゼントがあげられてツアーボも紹介できると。でみんなはツアーボのことがよく知れると。もうウィンウィンウィンじゃん。ウィンウィンウィン。ウィンウィンウィンだといろいろなんか触れそうだわ。いろいろ触れそうだわなんか。ウィンウィンウィンで。でんでってんてんてんってなんか BGM 聞こえてきたんだけど、それはまあいいや。なんかあっちゃんが走ってるけど。やめろやめろ。っていうね。もう三者三読の動画なわけ。よう考えたねこの企画。すごいでしょ。企画思いついた時さ、天才かもしれないと思ったよ。こんなに製品をちゃんと伝えられるし、僕がさやにやろうとしてた企画もできるし、これだーって言って。やばい、なんかもう何よりその企画を思いついた時のゲンさんの表情を想像すると腹立たしい。心狭して歩き回ってた。ね。ということで、はい。この後ですね。でもこれ安牌でフルーツばっかりとかもありなわけでしょ。まあそれで YouTube が面白くなると思ってんだったらフルーツばっか書いてもいいけど。やば怖い。やばい、飴でできたムチで刺してきた。急に刺してきた。よく出してこ。確かにね。よくは出してほしい。それでは。はい、ゲンさん散財していこうと思います。妻も頑張っちゃうよ。レッツツアーボックス。
さあということでですね、こちらに準備しました。さやさんのために、さやさんのために、ありがとうございます。2回もいい、ね、さやさんのために3回もう一個ご提供いただいているのがこちら XP ペンの液晶タブレット。はい、これ16インチですね。いやーすごいな。これすごい使い勝手いいので今回これもご提供いただいているので、一緒に使っていこうかなと思うんですが、ねえ、なんか機嫌の顔されてもうすでに書かれてるななんでそいつなんだよ。なんでミミズゲンさんだよ。ゲンさんがよしやるよって言った時に、オッケーって言って書いといた。オッケーって顔させてよ。そんなわけで今ですね、見ていただいている通り、セッティングが完了してて、さやさんはキーボードが一切触れない状況になっております。ここいつもはね、こっち側にちっちゃいキーボードを置いて変なとこに置いたんだよね。そう邪魔そうな位置にキーボードが置いてあって、場所が狭すぎて、キーボードのなんか右端がね、この下に入ってるの届かないからね、毎回こうやってずらして買っちゃって、でも戻して効率悪いんだって。だから気づけここ収まってるじゃん、綺麗にスポッと可愛く収まってる。すごい。ということで今からさやさんにはこの状況で1時間で書いてもらうけど、さやさんはキーボードを触れずともいつもの作業ができるわけよ、当然。じゃあキーボードをずらさなくてもいいということですか？本当です。今配置的には映ってないけど、ここに MacBook があるわけよ。はい、前にこう手を伸ばさないと今ね、キーボード触れないようになってるんで、意図的にこれぐらいの煩わしさ何度でもなりますよね。いいから煩わしさを感じるなっつってんの。今さやがこれ使ってるのがね、メディバンペイントってアプリなんだけど、無料でね使えるお絵かきアプリがお世話になっております。ツアーボックスには初期搭載でフォトショーとかライトルームとかプレミアとか、あとはクリスタとかその辺入ってるんだけど、自分で新しくプリセットも当然たくさん作れるので、今からさやさん用にこのメディバンペイントのプリセット作っていこうじゃないかと。嘘、俺色に染めちゃうわけ？もう1時間の前に作らせてあげるよ、優しいから。優しい、それは優しい。1時間以内にさやさんに作らせたら1時間それ使う可能性あるから。確かに1時間経ってさ、ゲンさんこれが使えるようになったよっていうそういう回じゃねえんだよ。ありがとうこれをくれてみたいな企画倒れなんだよ。こちら画面を見ていただくと、これですね、ツアーボックスコンソールっていうのがあって、これでほら見て、全部に割り振れるんですけど。うわすごい。もう本当になんか格ゲーのコマンドみたいな。格ゲーのコマンドだよね。ボタンがねいっぱいあるんですよ。ここにこれトップボタンとかサイドボタンとかね、いろいろあって、このボタンを組み合わせることで全部使えるんだけど、ここプリセットの新しくこうやって作るのもできるので、さやぴちゃんプリセット。他の人が開いた時にさ、何のだってなっちゃうじゃん。なんで2なんで、1回目だろお前。25ってなんで試行錯誤しすぎだろ一発目のくせに。これカスタムプリセットにすると0からできるんだけど、お絵描き系だから操作が若干似てるので、フォトショップベースで作っていこうかなと。そうすると今さやぴちゃんプリセットバージョン25が出来上がったんだけど、ここにもやったー、生まれたぞ。じゃあさやさんがまず今ちょっとその原産を書いてて、何の機能が欲しいんだ。まずはやっぱ戻りたい。左手をここに置け。あ、ごめん、お膝の上に置いちゃった。お膝の上に。なんでいい子に膝の上に手を置いて。手はお膝じゃない。手はお膝。欲しい機能としてはまずツール切り替えができるわけだ。ツール切り替え、ツール切り替えできるので、でもさっきねこれ書いてる時にちょっとだけね発明した。ほら見て、これハンドでしょ。いいねいいね。それこのままでいい？このままでいい。もう覚えちゃったから。じゃあこれ覚えちゃったから忘れる。使いやすいよね。置いてるから無理。トール押すなんだっけ？これね、トールでスポイトが使える。スポイトはこのままでいい？ここが戻るがいいな。じゃあそこが戻るがいいなら、これ今トールボタンなわけよ。このボタンをここでもう何でもできるわけよ。これですね、コマンド Z、OK ってすると、戻っていく。じゃあさやのいいところに戻るが来ましたと。ねえ、戻ってきた。じゃあそしたら次、ついとりくんは下。オプションをさ今これで設定したと。あなたいいねいいね。あとはここに塗りつぶしつけたい。じゃあキーの左にこれ塗りつぶしツールになってると。やったー。ゲとにかくまずはいきなり全部設定しようとするとそれで疲れちゃうから、まずはもう自分が絶対に使う機能をどんどん入れていく。でやっていくうちにこの作業ショートカット入れたいっていう思うじゃん。絶対全部できる。すごい。絶対にできる。断言する。今さっき見つけたんだけど、この横っちょにね、サイドっていうボタンがあるんだけど、それを押すとね、ほら見て、いい気づきです。でしょ。これがなんとサイドボタンを押すだけで違うツールが出てくる。でこれサイドボタンだけじゃなくて、ここトップボタンを押してもまた変わる。これによってもうすでにボタンだけで12の組み合わせができるのに、他のところもさらにこれで割り振れるわけよ。押した時のね。すごっ。でもまずは使う機能を割り振りましょう。先生。まずはツール系いこうか。
包んで自動変形洗濯解除。おー、素晴らしいです。ここにさんがちっちゃくなってしまう。さあ、そしてここからがですね、ここを設定しないのであれば、ツアーボックスを使ってる意味はないと思います。はい、ってぐらいの話なんですが、はい、今ですね、このつまみの部分、はい、ノブを回すと今ブラシサイズがこうやって変わるようになってるわけですよ。これもいいね。それ直感的ですよね。はい、これいいんだけど、今度ここのスクロールとダイヤルにも設定したいわけです。もう回し放題よね。回し放題。回すのが3つもついてる。で、何をするかというとですね、まず僕がよく使うのはここに拡大縮小を設定する。まずやってみましょう。ここスクロール、これですね。ここにメディバンだと拡大縮小がコマンドプラスとマイナスそれぞれすごいね、これあれなんだ、設定すると端から端までっていう設定の仕方するんだね。いきます。おー、ほんとだ。そんな感じで拡大縮小がもう自在になったわけです。次キャンバス回転したいと思いませんか？思ったことあります。そして反転したくないですか？拡大縮小ができるし、そして回転もできるし、なんと押すだけで反転もできると。反転もできた。はい。あとはね、個人的にはこれらの動作あるじゃん。を一発で解除できるボタンが結構僕欲しくなる。アップしきってなんかそう、アップ系のやつを戻すときは僕ここをクリックして戻るようになってます。すごい。で、反転したり回転したりしてんじゃん。それ僕ここに振ってます。ここ。要はこことここをカチッと押したら絶対戻るみたいな。いいね。これ何が欲しいわと。コピペ？なるほどね。はい、さらに使いやすく今カスタマイズされてます。はい、投げ縄を選択、コピー、ペースト、そして移動。おお、一連の動作どうですか？いや、これすごいわ。すごいね。さやのやりたいこと全部収まったね。収まった。じゃあこれでね、さやさんツアーボックス使いこなしてなんか連鎖も増えてることですし。使いこなしました。はい。慣れちゃえば本当にこれだけでできちゃうから。いや、そう、ちょっと感動した。まずはここの作業に全部。ゲンさんこんな便利なもの使ってたのずるいね。さやなんかこんなとこトントンしてたのに。俺1年以上言ってたの。使ったらって。さやさんここから欲深タイムですよ。1時間の。そうだね。そうだよ。これはだって使いこなせば使いこなせるほど買ってもらえるものが増えるわけですから。いや、そうですよ。要は本編ここからだから。確かにね。使いやすい XP ペンのタブレットがあって、ここにも最強の片手デバイスツアーボックスがあって、それがあってさやさんは1時間以内にいつもより大量に物が書けると。たくさんもらえると。嬉しいことがいっぱい。ここまではさやさんの恥さらしタイムだったけどね。ここからはもうさやさんの独壇場になるはず。わあ、嬉しい。よし、頑張ります。やっていきたいと。レッツ散財にできるかどうかはお前次第だ。さあ、ではですね、早速さやさんには1時間で書いていただきたいんですが。やばい、待って。大丈夫ですか、準備は？今もうパンクしそうなんだけど。何が？これさっき覚えた操作のあれと絵を描くってことと、あと欲しいものについて考えるっていう。確かに確かに。そのなんかやばい。急に言われたからね。マルチタスク。もうダメだ。CPU 使用率がおかしくなことだって。さあ行きましょう。今回はあれですよ。夏目さんちお得意の延長とかなしだからね。ちょっと黙ってとか。なし。いきますよ。いきます。さやさんのプレゼント。果たしてどれぐらいさやさんはもらえるのか。よーいスタート。どうしよう。ちょっと待って。待って。今こっち側にさキーボードないことにさすごい不安を覚えた。テンポアッチュあったんだけど。意外と初じゃない？挿絵っぽいもの制作風景でしょ。確かに。いつものサムネとかさ、挿絵ってどれぐらいのスピード感でいつも生み出されてるのかみんな目の当たりにすることになる。いや、確かにね。最近すごい考えてた。買おうかなと思って Amazon で見るとこまで行ってたやつにします。なるほど。とりあえずね。あれですよ、さやさん商品名とか言っちゃダメだからね。確かにね。そしたらもうだって農家だもんね。農家ですよ。つらみ。ちなみに僕本当に全く画面見てないで、さやからさやさんそっぽ向いて僕喋ってるんで、だからさやが今一体何を書いてるのかさっぱり分かってないです。でもこれは楽しいんじゃない？楽しい。だってさやこれ成功したら何でも僕が買うんで、本当に。すごいね。本当に買うからね。1個ぐらいでもさバカ高いやつ入れときたいよね。いや、入れてもらってもいいよ。何がいいんだろう。ゲンさんのことさなんか落とし入れたいからさ。落とし入れたいってでもほらちょっとこう皆さん見慣れたさやさんになってきたんじゃないですか。もう言ってるんですね。さやさんに色が入ってるんですね今。よし。何書いてんだろう。これ見てるみんなも分かってんのかな。いや、これは分かると思うよ。本当。よし、まずこれじゃない？いいですね。1枚目完成ですか。じゃあ。でももうちょっとディティール詰めたい。詰めてもいいけど、さやさんもう10分経ってますからね、多分。でも10分経ったの？12分経ってますね。マジで言ってる？待って、ゲイさんちょっと宇宙止めてきて。何の音やね。
今全てが巻き戻った音。嘘、巻き戻っちゃったの？巻き戻っちゃった。なのに私の絵は進んでるから私は勝利ってこと？そう、不可逆的な絵ってこと。それむずっ、何不可逆的？熱エントロピーが逆流してるよ。ちょっと何言ってるか分かんなくて怖い。じゃあこれは1と名付けましょう。はい、1枚目ということで。いいね。はい、保存イエーイ。これでまず1枚イエーイとか言ってる場合じゃない。いいですね。はい、じゃあ2枚目いきます。はいはい。よしよしよし。ついに2枚目。いいねいいね。これもね考えてたやつ。これもちょっと余裕ぶっこぎってさ、ゲンさんになんかさ、すごいさやさんの今日のしょうもない話でも聞いてってくださいよみたいな気持ちでさ、痛かったのにさ、やっぱ始まったらダメだわ。ちょっと今日ね見たね夢の話とかね、ゲンさんにしちゃおうかなと思ってね。いつもよりゲンさん夢の話聞けますよ。嘘、暇だもんね。暇だもん。ゲンさんなんかどうやら暇だもんね。ゲンさん横でなんかペラペラ喋ってるだけなんでね。今日ね夢でね、某超大物 YouTuber さんと私が開発しているミルクティーがダダかぶりしたっていう夢を見て勝てないじゃん。これはでも相手の方に謝りに行った方がいいんじゃないかみたいな夢を見て。そんなかぶったんだ。嫌な夢だな。ちなみにどの YouTuber さんなんですか？妨害オンエアさん。言い過ぎだろ。そこまで言ったら伝わってんの全部。いや妨害オンエアさんなんですけど、はい。よし、できました。よしよしよし、2枚目です。素晴らしい。すごい幸せなさやさんが2人生まれたんだけど。じゃあ次、ちょっとね、こういうやつ。待って、書き慣れてないから書けない。今回の肝はさやさんは一度も調べる時間を与えられてないのがあれなんだよ。そうだよ。でも本当に欲しいものだったら構造すら把握してるよね。絵描きだもんねっていう、そういう企画ですか。それなんか全然優しくなかったよね。やっぱり確かにな、確かに本当はプレゼントあげたいんだよっていうのが全部嘘の言葉に聞こえるよね。そんなことないよ。待って、これ分からないと思う。ゲンさん分からないんだ。多分ね。でもね、ゲンさんは賢いので、多分さやさんがなんでわざわざこれをここに書いたのかというのを多分ね理解するに違いないんだよね。なるほどね。分かんなかったら、なんか興ざめだよね。逆に試されてる。僕ちょっと興ざめだよね。さやを試す企画だったはずが僕の理解力が試される。そうだ、ゲンさんの理解力も試されてるよ。でも僕は本当に分かるものしか買わないからね。何か勘違いしちゃったらすごいとんでもないもの買われる可能性あるから気をつけてね。そういうパターンもあるのね。そう、さやさんはリンゴが買ってきて欲しかっただけなのに、ゲンさんはめちゃめちゃ高級なリンゴの置物買っちゃうことだってあるわけじゃん。そういうね。そうなるほどね、そういうことかみたいな。そうするとなんか予想外の出費だし、さやも望まぬものが生まれちゃうかもしれないからちゃんと描写してね。さやさんがきっとこれは本当に欲しいんだろうなと判断したら買いますからね。マジで買うから何度でもいいけど。なんかおかしいよね。なんかね、プレゼントしたいんだよとかって言ってるのにさ、マジで買うからね、マジで買うからね。もう脅してるもん。脅しなんだよ。なんかさや欲出しないよ。欲もうなんかさ、さやさんもやっぱ所詮人間だったなって思われるぐらいの。そう、所詮人間だったさやさんの欲も見たいよ。宝石とか買い出したか。まあそうだね。でもさやさん大事な一つがあれば別にいいかなってタイプでして、まずちょっと好感度上がった。すげえ好感度狙いに行ってる。いやマジででもさやそういうタイプなんだよな。いやそうで、あとめちゃめちゃダイヤ欲しいとかさ。ダイヤ欲しいな。あとは欲しいんだ。はい、3枚目 OK。いいですね。3枚目完成。いや、これね、絶対ゲンさん分かってほしいな。じゃあ待って、あと何分？あと半分だぷん。ちょっと待って、ちょっと待って、ここでこう欲しいものを2個一気にこう入れるという。何それ2個一気に入れる。これ分かってほしい。これ私がめちゃめちゃ大好きなそれ。みんな今目の当たりにしてると思うけど、さやさん挿絵描くスピードめっちゃ速いからマジで、これが速いか遅いかはちょっともしかしたら人によっては分からないかもしれないけど、これは異常に速いですよ。だから夏目さんちの動画にあれだけ挿絵が入るっていうからくりが今まさに公開されている。でもこれでバレちゃったね。さやさんが挿絵に時間かかってたらサボってるんだってバレちゃう。いや、挿絵の方はね、もうちょっとこだわって、なんていうの、細部にもう少しこだわって線の美しさとか、なんかなんていうの、曲線美みたいなの嘘つけ。やっぱ夏目さんちの公式絵師なんで自分。公式絵師。そらな。プライド持ってやらせてもらってんだよね。よしよし、スピードアップしてる。でもここに来てあれだね。さやがツアーボックスを本当に慣れてきたらまたスピードが段違いになってる。いや、俺のものにし始めてるよ、もうだんだんこれ。素晴らしい。よしよし、いいんじゃないですかこれ。でも待って、私右上行ってないよ、一回も今日。素晴らしい。ほら
ボタン一つで返ってくる。でもなんかこうちゃんとさ自分がさ何を使うかっていうのをさ理解した上でやるとやっぱりこう覚えますね。マイカスタマイズ感出ていいね。いいね。よし4個目。4個目すごい。ちょっと待ってちょっと待って。待って4個目ってことは今ちょうどジャスト10分で1枚書いてる。おすごくない？平均すると色まで塗ってさ1個10分すごくない？すごっ。ちょっと待ってあとなんだちょっと待って助けてちょっと待ってこっちのが時間かかるそんなに欲しいもんないの？もうゲンさん書いたら総額1000万以上いっちゃうよ。1000万えぐあ思い出した。本当に申し訳ない気持ちになる。何が？なんかこう分かりやすくさこう夢のあるもの、はいはい、普段買えないものとかをさ、はいはい、こういう時におねだりしてさこうずらっと並んでるみたいな、そういう絵面じゃなくなることを本当に許してほしい。OK です。5枚目できました。素晴らしい。でも多分ね本当にみんなねサイさんあまりに地味すぎますって思ってると思う。本当にこれらで派手なものあと10分。これ派手じゃない？これ派手だよ。あと8秒です。5、4、3、2、1。終了。じゃあちょっとそっちに戻りますよ、ゲンさん。はい。さあ、はい、何枚かけましたかね。もう一回数えてみますか。数えてみますか。はい、待って。9枚。9枚？すごくない？やば。で9枚かけました。すごっ。最後すごかったね。いやそうちょっと最後20分で4枚書いたのかじゃあ。1時間で9枚って挿絵書いたことある？書いたことない。最高記録じゃない？ってことはさやさんの挿絵理論値9枚ってこと？1時間で。理論値出たな。ここからでもあれでしょ、さらにツアボ使いこなしていくとなると、いやまあそうね、さらに跳ね上がるわけでしょ。いやすごいやっぱねこの動きがね、このだんだんなくなってきたもんね。そうセンターからこのねツールたちのところに行く時間がないってだけで、だいぶ変わるよね、やっぱね。そもそもなんかこのキーボードを下からこう出してくるっていう動きがないだけですごい早かったもん。本当にそれが意味わかんない。てなわけでじゃあさやさん9枚おめでとうございます。ありがとうございます。せっかくなので見ますか。じゃあ一応見て、僕はリアクションだけはするんで。さやさん何も言わないんで。何も言っちゃダメだよ。じゃあいくよ。はい、1枚目。まず1枚目こちらドン。はいあ、わかりました。わかった。これは変えます。これ書いたんだよ。すごくない？頑張ってるでしょ。すごいね。すごいね。このレベルで書いてたの？書いてたよ。このレベルで9枚あんの？そうだよ。すごくないそれは。はい、わかった。これは買います。お、やったー。これはもしかして僕のセンスになるけど。先生2個目。おー、はい買えます。お、多分買えると思う。嬉しい。長くない？ちょっと長い。しかもこの先生ギリギリね、届いてないんだよね、足。足の長さがね。ちょっと頑張って。浮いてるんでちょっと。はい、まあね。はい、次こちら。おー、なるほど。はい。そしてこれ。わかる。わかると。これはちょっと。いや別に。いやいいけど別に。いやいいけど。思いつかなくて。いやわかるけどこれはわかってるけどね。次こちら。地味だね。でも待ってそれすごいね。でしょ。わかる。おお。さあ。そしてこれ。今なんか妙にうまく。そして最後はこれで終わりでした。あ、なるほどね。はい。ちょっと待って。さあ 100% いけるかもしれん。あ、マジで？わかんないけどね。わかんない。これいざ買ってきたらこれじゃねえよってなる可能性はあるけど。全部違うわってなるかもしれんけど。はい。いけますか、ゲンさん。マジ？多分ね、本当に少なく見積もっても8割ぐらいはいける。やったー、すごい。はい。じゃあ僕はちょっとこの後これらをまあ考えて1時間以内に全部注文しきれれば、まあ買おうと思います。嬉しい。ありがとうございます。ワクワクしながら待っています。じゃあまた届いたら撮りましょう。はい。チルリン。さあ、ということでさやさん、はい、届きました。おめでとうございます。はい、まださやさん目閉じててください。はい。まあじゃあここにあるってことですね。届きましたが半分ぐらい届いてない。でも全部注文しました。おお。
じゃあ1枚の絵につき1個以上は絶対注文できたってこと、注文しております。ありがとうございます。やっとじゃあこれはもう大成功と言ってはいいんじゃないですか。まあそうですね。それが合ってるかどうか知らんけどね。それじゃあ、はい、さやさん目を開けてください。赤そこにすごい、しかもでかっ箱。これ一部ですよ。でもちなみに半分以上届いてないので、大きなものはなんか 2,3 週間かかるものもあったりしてそれはちょっと後日サヤンチとかで全部揃ったら紹介しようかなと思いますが、はい、それじゃあいいですよ。もう好き放題開封しちゃってください。もうこれでしょまず。まあこれはね、はい、これ皆さんもう匂いが漂ってる今。やばい、もう本当に、もうこの辺とかなんかもうちょっとときめいてるもんな今。で右肩だけなのときめいてる。こちらさやさんね、ミスドを買ってきました。やったー、ありがとうございます。はい、めちゃめちゃしかもなんかさやがさお願いしてないドーナツもいるんだけど。もう大量ですよこれは。ほら、いやもう大好きなの。フレンチクルーラーが大好きなんです、はい、私。ということでこれをね、箱にするために大量に買いました。ありがとうございます。まあみんなで食いましょうこれは。8割さやさんが食べようね。さやさんの体重が3キロぐらい増えます。5割さやさんが食べようね。これと一緒にもう一つ頼んでるものがあります。何ですか？覚えてます？さやさんこれに書いたラックみたいなもの。そうそうそう。ワゴンラックみたいなやつ。気づきました？はい。あれなんででもあそこにドーナツと一緒に書いてあったのかマジで理解できなかったんだけど。あれ本当に作業風景みたいな感じにしたかったな。息抜きにおやつを食べてるみたいな絵にしたかったんだけど。なるほどね。じゃあ待って、ドンピシャかもしれない。さやさんの作業スペースに合わせた想定で細めのラック買いました。夫力高いじゃん。高すぎじゃない？すごいすごい、それは。はい。ってことはもう2個で連チャン成功じゃないですか。おめでとうございます。妻に関心がある証拠ですね。じゃあもうこれは夫のゲンさんの好感度が爆上がりする企画ということですね。ね、ここから爆下げていきましょう。なんで？買ってんの？こっちは。じゃあこれ開けたい。なんかさ、思った以上にめちゃめちゃおしゃれなの来たんですけど。どういうこと？思ったなんか 2000% ぐらいおしゃれなの来たんだけど。これはベビーカーにフックをつけられるようにするやつ。当たりー、すごい。そう、ないんですよ、うち、まだ買ってなくて。じゃあこれは正解ということですか？これは正解。すごいね。これのために絵描いたの私コスパ悪くない？悪い。検索ワードベビーカーフックだったからね。はい。そしてこちら。こちら、うわー、来たー。これはてかまあ僕たちの寝てるマットね、ブレインスリープのマットのシーツがわらちゃんによってズタズタにされてるから新しいのが欲しかった。すごくない？僕全部合ってんじゃん。ちょっとおしゃれな、そうグレーになったんだいぶおしゃれなグレーですよ。そうなのよ。ほらおしゃグレーです。ありがとうゲンさん。これもあれだね、妻理解の夫だね。ビリビリになっちゃった、ごめんね妻。で最後で、はい、最後このデカ箱にね3つぐらい入ってますがどうでしょうかね。じゃあゲンさんは正解できるんでしょうかね。何これ？それよ。めちゃめちゃいいの買ってないですか？どうせプレゼントするならと思って。これはホットサンドメーカー。当たりー、ありがとうございます。そう、ホットサンドメーカーさやさんが欲しがっているということだと思って。いや、そうなのかね。前使ってたね、いただき物のやつがね、壊れてしまって。そうね。ゲンさんすごい全部覚えてるんだね。全部覚えてるよ。正直なところね、今回ね、ゲンさんの夫力が100点だということが証明された動画かもしれない。どうやったらこの上がってしまったゲンさんの好感度を下げられるだろうか。下げんな、夫の好感度。そしてグリとグラ。グリとグラ書いてたよね。これはさやさんがグリとグラの絵本と、あとは絵本棚を、それを入れる絵本棚を欲しがってると推測して、これは絵本棚って分かってもらうための絵本のグリとグラだっただけで。でもいいじゃん。まあね。ちなみに絵本棚めっちゃね、いいの見つけちゃって。そっか、絵本棚もそうだよ。原産趣味のが届くんで、ちょっと楽しみにしてほしい。さやんちで出るから。これはなんだろう。フォルチュー&ウッデンプロダクト。さあ開けます。はい。すごい。これはめちゃおしゃじゃない？色味めっちゃ可愛いね。これさやさんが壁にウォールラックが欲しがってるんだと思ってウォールラックですよ。こういうことか。ピンとか画鋲でもつけられるやつだね。すごい。いやね、その玄関にゲンさんのね描いた絵を飾りたくて、上とかにもさこうやって飾れたらいいなとずっと思ってたのよ。じゃあそれゲンさんの絵飾るためのあれなんだ。好感度上げちゃった。なんでさやさんの好感度自分で上げに来るなんで好感度上げに来るだけの夫婦じゃん。めっちゃうざ。めっちゃうざ夫婦じゃん。すごい可愛い。色味もいいしね。ありがとうございます。
今届いてるやつは全問成功ですね。素晴らしい。ありがとうございまそす。して現在届いてないのがさっき言った絵本棚とさっきのラックね、さやさんのデスクの横に置きたいであろうキッチンラックだけど細身のやつにしました。であとは卓上の風鈴も買いました。何か本当に欲しいこれと思って。わかんない。なんかもうあの時の私はどうかしていた、でもね多分届いたらね、びっくりすると思う。ちょっとまたおしゃれなの買ったの。めっちゃおしゃれなやつ買った卓上の風鈴、しかもひまわりモチーフです。素敵、はい、めちゃめちゃ可愛いなったんで買っちゃいましたね。なんかまたエモチカルな、でそしてあとはチーズケーキね。チチーズケーキホールでさやさんの好きなわかりました。あれですね、あのおじさんですよね。大阪で幅を利かせてるという某おじさんのチーズケーキをホールで買いました。ありがとうございます。これね今日届くらしいけどまだちょっと時間が分かりません。あとは最後にこれ一番よく出したなと思った買いました。クールもウォームもいけるボーソンのたっけんだあれ。うわ言います総額。さやさんの産後祝いプレゼント with かけたものだけチャレンジ。はい。総額は17万8500円。17万。大切に使ってください。いや大切に使わせていただくように猫にも言っときます。今のそのさやさんの感情をじゃあ最後にツアーボ使って XP ペンのはい書かせていただきました。書いてください。かしこまりました。はいてなわけでゲイさんありがとう、はい、すごいほぼほぼ正解でした。その感謝の気持ちを込めた顔を描けよ。そうする。絵を描けよ。やばい衝撃。もう嬉しい。ゲイさんがさ私の普段の言動とかをさあんなに注目して見ていてくれたんだなということがねすごくよく分かりました。今日の企画でとても嬉しいです。おいなんだよいいだろ別にツーじゃない何自分の欲に後悔してるんだ。さあというわけで今回ねなんでこんなさやさんがいい思いできたかというともちろんスポンサードバイツアーボックス&XP ペンということになりますので、皆さんすごい使いやすいし、このカリカリ感はねちょっと体験してほしいなって思ったし、悔しいけど作業効率はめっちゃ良くなってました、ね。ちなみにですねこの動画に出てきている挿絵ですね、すべて使っておりますよ。そうですね。今回の動画から使いましたけどさやさんスピードはどうなりましたか？めっちゃ速かった。その前さっきも言ったけどキーボードをこう出してキーボードをこういじってキーボードをこうやることによって集中力が一回そこで切れてなんか YouTube 見ようかなとかってやっちゃうその時間が全部これによって阻止されてしまってすごい速かったのよ。結局その直感的に操作できるおかげで、余計な集中を阻害する要素がなくなるということなんですよ。いやそうそれはね、しかもスピードも上がるし、それはねすごい感じてしまいました。ということで、皆さんぜひこちらねツアーボックスおすすめですので、これとは別に白もあるみたいだからね。そうだね、色がいろいろね展開もされてるのでお好みの色でやってみてもいいんじゃないですか。ぜひ皆さん概要欄からチェックしてみてください。では最後にこちらのさやさんの表情をね皆さん脳裏に焼き付けてお帰りください。大事に使わせていただきます。使ってください。涙増えた。